栗をひっくり返すと陸。まだ語られていないエルバフの展開は、どうも、ワンピースの弟、仮面 YouTuber、ゆるてなんぼのゆてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、嘘つきノーランドです。嘘つきノーランドには数々の伏線が張られていると考えます。今回はそのうち、沈みゆく世界の伏線と、新天ハーレーの伏線、この2つを考えていきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まず、モンブランノーランドは、開園歴1127年、400年前のジャヤで、月の民、カルガラたちと仲良くなったものの、その後、黄金鏡を見たいという王様と共に出戻ると、そこには島の半分がなく、ノーランドは島を見失い、嘘つきとして処刑されてしまいました。これが嘘つきノーランドです。この話は嘘つきノーランドとして絵本となりました。ノーランドの名前の意味とは、島がない、ノーランドでしょう。それでは、モンブランの由来とは何でしょうか。モンブランとはフランス語で白い山という意味の栗のケーキです。この栗のケーキ、モンブランが由来でしょう。ノーランドの頭の上にも栗が乗っています。ここでそのモンブランをよく見てください。この形。これこそがワンピースの長年の秘密。沈みゆく世界の伏線だと僕は考えます。1115話でベアバンクが語った世界の秘密とは、世界は一度海に沈んだのだ。我々は今、かつての大陸の断片の上に暮らしておるのじゃ。大陸の断片。それがモンブランの栗頭です。栗をひっくり返すと陸。栗は英語でマロン。そこにはロマンがある。ノーランドというキャラクターは800年前に島、陸地がなくなったことを表す伏線だったのでしょう。確かに山の上の頂上で暮らしているグランドラインの島々の形は、どの島も栗みたいな形です。これが栗頭に仕掛けられた多重伏線。さらにこれらは5年前に考えたこちらの動画、島を見つけたロジャーと島を見失ったノーランド、2人の処刑台の嘘つきの表裏一体も成立しています。このノーランドと見事なほど表裏一体となっているのが海賊王ゴールディ・ロジャーでしょう。それはまるですでに考えたルフィとサンジの表裏一体の関係のようです。ルフィに対応するのがロジャーなら、サンジと対応しているのがノーランドというつながりです。サンジは幼少の頃、嘘つきノーランドを読んでいました。ノーランドは読者ならご存知の通り、嘘つきではなく実際には正直者の英雄です。しかしワンピースの世界では嘘つきとされ、ノーランドが死刑台で語ったセリフを聞いた民衆の反応は嘘つきの大合唱で冷ややかなものでした。一方、海賊王ロジャーが死刑台で放ったセリフを聞いた民衆の反応は熱狂を呼びました。またノーランドは黄金鏡を実際に見て触れたにもかかわらず、黄金鏡への生き方がわからなくなっていました。一方、ロジャーは一つなぎの大秘宝があるとされる最終地点ラフテルまでの生き方を知っているにもかかわらず、海賊王ロジャーは肝心の一つなぎの大秘宝を発見できなかったのか、少なくとも金銀財宝を持ち帰った様子はありません。つまりこの二人の物語は表裏一体の関係で描かれているようです。そうなると正直者のノーランドとは真逆である海賊王ロジャーが言った死刑台でのセリフはある意味で嘘だったことになります。ノーランドは最終的に黄金鏡を確認できなかったが、ロジャーはラフテルを確認できた。ノーランドは黄金鏡への生き方がわからなかったが、ロジャーはラフテルへの生き方は知っていた。その黄金鏡は金銀財宝だったが、一つなぎの大秘宝は大地、国の跡地なのか。ノーランドの話を民衆は信じなかったが、ロジャーの話は信じて大海賊時代の幕を開けた。ノーランドは本当は正直者だったが、ロジャーは本当はある意味嘘つきだった。そんな嘘つきノーランドは類いまれなる正直者でしたが、一つだけ嘘をつきました。それが絵本に書いてあります。ノーランドの最後の言葉はこうです。そうだ、山のような黄金は海に沈んだんだ。これがノーランドの唯一の嘘。この嘘を実現しようと、クリケットは海で黄金鏡を探していましたが、実は黄金鏡サンドラは島ごと空へと打ち上がっていました。しかし、そのノーランドの唯一の嘘、黄金は海に沈んだんだ。これは例えば、もしもラフテルが海に沈んでおり、ルフィがそこへいつの日かたどり着き、そこで黄金を発見したら、もしくは最終回でクリケットたちが海底で黄金を発見したら、この嘘つきノーランドの唯一の嘘が嘘でなくなる。ノーランドの汚名が晴らされる。そしてこのノーランドの絵本の嘘はなぜか27巻の最初のページに配置されています。コミックスを開いた時、ここに漫画のコマが配置されているのは珍しいのです。
このコマのタイトルは嘘つきノーランド227話です。このことからもしかするとワンピースの最終回は120巻1127話の可能性が大いにある。一つつながる。これは美しい最終回の語呂合わせかもしれません。以上がノーランドと沈みゆく世界の伏線です。続いてはノーランドと新天ハーレーを考えていきましょう。1127話の動画で考えたように、空島編ジャヤとエルバフ編は表裏一体です。そのエルバフ編で登場した新天ハーレー、落書きの壁画。この落書きは様々な解釈ができる壁画ですが、おそらくこの壁画は800年前のものであり、そしてこの壁画は400年前のジャヤ、嘘つきノーランドの物語ともリンクしていそうです。ノーランドの物語とハーレーのテキストを重ねましょう。地に炎あり、人は欲望に負けて禁断の太陽に触れた。ノーランドはジャヤで太陽の神と呼ばれた上神を殺しました。霊人は願い、太陽の神は現れた。地の神は怒り、豪縁の蛇と共に世界を死と闇で包んだ。彼らはもう会えないのだ。ノーランドは神の怒りを買い、大地の裂け目に挟まれたとカルガラは言います。虚無に言いぶきあり、森の神は魔を使わせた。太陽は戦火を広げるばかりだ。ノーランドが訪れたジャヤの森は疫病によって蝕まれており、その疫病はシャンディアたちの村に蔓延していましたから、森の神が使わせた魔とはここでは疫病とつながりそうです。半月の人は夢を見た。月の人は夢を見た。人は太陽を殺し神となり、海の神は荒ぶった。彼らはもう会えないのだ。月の民であるカルガラたちは空島へと打ち上げられ、そこで新たな神を名乗る人物が現れ、戦いが始まっています。混沌に空白あり、不都合な残影は約束の日を思い出し、そのジャヤの悲劇の400年後、ルフィたちの物語に移ると、空島編でも残影が現れていましたが、この残影が後にルフィの残影へとつながります。片割れ好きの声を聞く。太陽の神は踊り、笑い、世界を終末へと導く。ルフィたちは元ジャヤである神の島でキャンプファイヤーを行い、踊り、笑っていました。それは400年前、太陽の神と呼ばれた上神が祀られていた生贄の祭壇のすぐ横の森でです。太陽は回帰し、新しい朝が来る。彼らはきっと会えるだろう。そしてゴッドエネルを倒したルフィたちは再び踊り、笑い、新しい朝を迎えています。この時、海賊たち、スカイビアの民たち、月の民、シャンディアたち、3つのグループが仲直りしています。別の動画でも考えたように、ワンピースの裏テーマとは仲直りだと考えています。それが300話、交響曲、シンフォニー。話数の語呂合わせは3和音。3つのグループが手を合わせて仲直りしています。そして新しい朝を迎えています。彼らはきっと会えるだろう。つまり、彼らはきっと会えるだろうとは、彼らはきっと分かり合えるだろうという意味。真逆の2人の D が分かり合える日が来る。それこそが D の物語、仲直りの物語だと僕は考えます。つまり、ルフィと黒ひげ、2人の真逆の D は、800年前のように喧嘩をしてはいけない。次こそは協力しなければ、世界の支配者には勝てない。喧嘩をしてはいけない。そんな黒ひげが初めて登場したのは、223話。そのタイトルとは、私はこの街では決して喧嘩しないと誓います。なんで喧嘩になってんだお前ら。ルフィ、約束したでしょ。ルフィと黒ひげは喧嘩している場合ではない。仲直りしなければ世界に夜明けは訪れない。それこそが半月 D の物語か。ちなみに300話では新天ハーレーと同じ満月のシーンも描かれています。以上が嘘つきノーランドの多重伏線の考察です。嘘つきノーランドというキャラクターは沈みゆく世界の秘密や新天ハーレー、そしてロジャーとの表裏一体など様々な要素が仕掛けられているようです。となると、まだ語られていないエルバフの展開は以前にも考えたように、やはり翼を持つ月の民へと繋がっていくのでしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏一体語呂合わせ、最強は数の理論に滑り
り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を釈迦じゃないよ釈迦より先だよ